女牢の朝は7つ、今の午前4時に明ける。5時に見回りが回ってくるのを女囚たちは起きて待つのだが、その間老役人が朝声と称する独特の言葉で囚人たちを点検する。詰めろ詰めろ雨通り、詰めろ詰めろ役人衆、詰めの五番衆、詰めろ詰めろ夜が明ける。ご牢内のハット書きありありと見えてはならんぞや。詰めろ詰めろ総役人衆。この朝声、言ってる当人も意味はわからない。とにかく天正以来この享保の頃まで140年の江戸の牢獄史にいつの頃からか生じた牢内での決まり台詞なのである。詰めろや詰めろ雨通り、詰まりました詰まりました、夜が明けた。だがこの女囚たちに本当の爽やかな朝は来ない。貼り付け、火あぶり、獄門、打ち首、遠投、所払いなどそれぞれの罪による刑が執行される日を恐れと不安で迎える獄舎の朝が続くのだ。この女囚お玉も嫉妬に狂い夫を寝取った女を毒蜘蛛を使って殺し、それを感づいた夫をも殺害した罪で貼り付けか軽くて打ち首の刑が待っているのだ。ところがこのお玉の事件に不審を抱いたものがある。私姫君お龍っていうの。姫君お龍と名乗る新入りのこの女囚だ。ケツ出しな。金だ。おばさん。お玉から事件の詳細を聞くと、私には分かんないことだらけだけど、一番分かんないのは何一つ決定的証拠もなしにあんたを牢に入れたお奉行のおつむの加減。ところがこのお龍、実は父上様。霞か。はい。大岡越前の娘霞なのである。この間見せていただいたお調べ所の6人の助手の中で、もしかすると一人は無実の罪かもしれません。そして牢を出たお龍がまず当たりをつけたのは元お玉の一座にいた部屋り投げの車佐助と古今の一座だったが、その直後、古今許せ、手元が狂ったのだ。お前さん。古今、畜生、てめえがつまらねえことを抜かすから古今がこんなことになったんだ。古今を殺したのはおめえだ。お黙り。初めっから殺す気でやったくせに。何を抜かす。今にも知ってることを全部喋り出しそうな古今さんの口を塞ぐためにこんなむごいことを。殺してやる。よりしろい。大それたこといたしやした。でもみんなこの女の言った言葉が元なんで。この女が何を言ったというんで。旦那先だってうちの一座で綱渡りの三木之助という女と座元の連蔵とが変な死に方をしたのをご存知でござんしょう。それがどうして。あの一件の下手人は連蔵の女房でお玉というのがお縄を頂戴して今小天満町に入牢中なのに、ところがそのお玉とこの女が愛郎だったらしくて
牢内で何を聞いたか知らねえが、牢から出てくるなり俺に妙な言いがかりをつけてこの俺を輸送としやがったんで、俺があの変な毒蜘蛛を使って幹之助や連蔵を殺したとあのお玉の野郎が言ったのかい。そんなことは言っちゃいないよ。お玉さんはお前のおかみさんの古金と浅草で小敷浪人から雲を買い、それを幹之助の絵日傘の中へ入れたって言っただけさ。だからその小敷浪人そんな浪人のことなんか俺の知ったことかい。お玉と一緒に雲を買ったはずのお前のおかみさんが鳩になって知らぬ存ぜぬで押し通そうとしたっていうのは一体どういうわけなんだい？古今は本当に知らねえんだろ。知らねえから知らねえと言ってなぜおかしいんだい。てめえは下手人のお玉の言うことは信じて古今の言うことは信じられねえってのかい。旦那、今往来を通りかかったらお前の小屋で大事が起こり、お前がここへ引かれたと聞いたんで、お役目ご苦労様に存じます。手前は浅草三の宿町で薬種問屋をいたしております美濃屋長兵衛と申すものでございます。一時はこの車佐助の小屋の禁酒をしておりましたもんで。旦那、このまま俺が幹之助や連蔵をやったと抜かしやがるんで。そうは言ってないよ。ただお前が何のために雲を飼っていたのか、それが聞きたかったのさ。雲？佐助、お前。幹之助が毒蜘蛛で死んだ後、お前が手槍で蝶々を落としているのをお玉さんが見たって言ってたけど。それがどうしたってんだい。その蝶はもしかしたら雲を飼うための餌。あっしは何も。美濃屋さん、お玉さんにいろいろ親切にしてくれてありがとう。あなた様は？お玉さんと小伝馬町で愛郎だった女泥棒です。お玉さん、美濃屋さんのことをそれこそ仏様のようにありがたがってましたよ。そう言われるとなんですが、あの子は私の死んだ娘によく似ておりましたもんで、つい禁酒にまでなって随分ひいきにしたんですが、あんな大それたことをしてしまって、まあそれでもなんだか不憫になったもんですから。私はお玉さんが誰かにうまく罠にはめられてるような気がして。罠？そう、真犯人は他に。それがこの俺だとでも言うのけ。俺じゃねえ。俺が幹之助や連蔵を殺さなきゃならねえ理由なんて何もねえ。ともかげるめ、幹之助に人気はさらわれる。木戸番だった連蔵に一座は乗っ取られる。恨んでなかったとは言えねえはずだぜ。だが俺じゃねえ。俺がやったんじゃねえ。やげん堀でお玉さんに雲を売った浪人、あれお前だろう。佐助。そうなんだね。だがあれは。佐助、お前ってやつは。どうしたんだ。死んだ。雲はいらぬかな。若い娘が水面見つめて物思いにふけってるなんざ絵になるけど、
牧場織の八丁堀さんじゃ様にもならないね。下手人と思える男に目の前で死なれて八丁堀の面目丸つぶれって考えてるんだろうけど、あの佐助が三木之助は連蔵殺しの下手人とは決まったわけじゃないよ。佐助は古今の口を塞ぐために古今を殺したけど、佐助も口を塞がれるために殺されたのかもよ。越前が腹を切るか、天一坊が失脚するか、江戸の庶民の関心はこの一件に集中していた。真実性は疑問だったが、興味本位に書かれた瓦版は飛ぶように売れていた。雲はいらぬかな。松蔵。へい。へい。どうぞ。その雲を買いましょう。何匹所も。全部かごとも100両では。200両。300両では。今度は誰を狙いなさるおつもりかな。せっかくだがこれは毒蜘ではござらぬ。ウサギ一匹殺せぬ普通の蜘蛛。お主が佐助に命じて八軒堀でお玉に売りつけたものと同じでござるよ。バカな。わしが一体何のためにそんなことをしなければならんのだ。それに毒蜘でないのなら三木之助や連蔵、それにあの車佐助はなぜ死んだのだ。あれがまことの毒蜘ならお主よく自身番で握りつぶせたな。何？あの雲はおそらくその辺りでとっさに捕まえてきたものだろう。そして懐で自分の手のひらに傷をつけて血を出し、雲を握りつぶしてあたかも雲が吸った血のように見せかけた。その右手の傷が何よりの証拠だ。連蔵に一座を乗っ取られた恨みを持つ佐助と古今夫婦に一役買わせて八軒堀で一芝居打たせたまではよかったが、お主佐助が自身番へ引っ立てられたことを聞かなければよかったのだ。なまじ聞いたばかりに不安になり、様子を見に自身番に来たくなり、
万一の用心に雲を捕まえてきて佐助の口を塞ごうとした。そして佐助の口を塞ぐことには成功した。だがそれがかえってお主に対する疑惑を招く糸口となったのだ。幹之助の死んだ時も、連蔵が死んだ時も、そして佐助が死んだ時も、そばに必ずお主がいた。幹之助と連蔵殺しがあまりうまくいったので、佐助に同じ手を使いたくなったのがお主の破滅のもとであったな。もしまた雲で人を殺せるなら、そのそばにお主がいる必要がなかったはずだ。よくそこまで見抜いたな。まったく車佐助だけはいらぬ飛び入りだった。あいつら夫婦に一役買わせたのは失敗だったよ。わしがどうして3人を殺したか教えてやる。がその前にお前もその傘を取って顔を見せろ。よかろう。やはり自身番にいた女か。そう、姫君お龍。姫君お龍。家業は何だ。前にも言った通り、小伝馬町の牢屋がねぐらの女泥棒さ。そのアバズレがなぜこんな大それたことに乗り出した。目的は何だ。ゆすりか脅しか。金が欲しいなら言ってみるがいい。お金も欲しいけど、そうもいかないね。愛郎だったお玉さんの命助けたさに乗り出した仕事なんだから。本当の下手人、つまりお前さんを奉行所へ突き出すのが目的さ。お玉さんの命を助けるためにね。しかしわしを下手人としてこの家に入ってきた以上、無事にここから出られようとは思っていまいな。冗談じゃない。無事に帰るつもりさ。動くな！出るんじゃないよ。おい、これをただの針だと思うなよ。ここは薬問屋。毒はお手の物だ。この針にはな、肌をかすめただけで馬一頭が死ぬだけの毒が塗ってある。その針でまず幹之助を刺したんだね。わしは女好きでな、幹之助には随分と入り上げたが、あいつはわしを裏切って連蔵とくっつきおった。その腹いせいじゃ。嘘。嘘。幹之助を知る前からお前は連蔵の一座に近づいていた。お玉さんが死んだ自分の娘に似ているなんて大嘘ついて。お前の死んだ娘は小柄で丸ぽちゃな顔立ちの娘だったそうじゃないか。お玉さんは丸ぽちゃでも小柄でもない。いくら道楽だって軽業の禁止までするのはおかしいと思ったけど、そんな嘘までついてあの一座とつながりをつけようとしたのは他に何か目算あってのことだろ。幹之助が原因で連蔵を殺したのではなく、おそらく連蔵を殺すのが初めからの目的じゃなかったのかい。幹之助を殺したのはその毒針の効き目を確かめたかったためと、それに連蔵を殺した下手人がお玉だと世間はもとよりお玉さん自身に思わせる下ごしらえ。かわいそうにお玉さんは地獄に落とされたとも知らないで、お前を一生の恩人だと思い込んで牢で拝んでるよ。何の罪もない女をあんな地獄の牢へ追い込んでおいて、そ知らぬ顔で届け物を送るなんざ極悪人じゃなきゃできない仕業だね。お龍、もういい加減にガタガタ骨壺を鳴らすのやめろ。江戸でも知られた薬問屋のお前がなぜあんな紀州生まれの風来坊の連蔵なんかをあんな手数をかけてまで殺さなきゃならなかったのか、それがわからない。
連蔵殺しには何か司祭があるね。それを聞きたけりゃ地獄でも逃げ切って二の矢神妙にせい。モンドノスケ、その針に気をつけて。神妙にせい。どうやら女一人の命が救われたわ。これにこれてもうこんな。私じゃないよ、女郎のお玉さんさ。老番さん。何じゃい。織生さんお調べに呼ばれたっきりゆうべも帰ってこなかったんですけど、どうしたんでしょうか。大方今に血を拭いた足腰立たずで戻ってくるだろうよ。石を抱かされたんだろうが、何枚で値を上げやがったかね。2枚がいいとこだろう。この私だって3枚抱かされてゲロしちまったんだからよ。あいたい痛いじゃねえよ。お屋敷はこっちです。構いません。人が笑ってます。どこ行くんですか。八丁堀。八丁堀？何しに？モンドノスケのうち行ってお嫁になります。え？ダメ？に決まってます。感度不良。あ？そんな鈍い男性が多いからお玉さんみたいにかわいそうな人ができるのよ。かすみさん、安心おし。押しかけ女房なんかにならないから。武州無宿お龍、女郎へ戻りますでござんす。ごめんを被りますでござんす。じゃじゃんま。6人の女囚の調査資料に疑惑を抱いたお龍は、腕に蓮の字の入れ墨をした紀州生まれの連蔵殺害事件の謎を解き、見事お玉の無実を明かした。この分だと女郎には無実の罪になき刑の執行を恐れと不安で待つ女囚が他にもいるかもしれない。さよういたのである。お龍がいかなる手立てでおはんという女囚の無実を明かすか、次回をお楽しみに。では。